普段の行いだよ。天罰じゃ。あかねの世界のニュース。皆さん、こんにちは。あかねです。今日も、あかねの動画をご覧いただき、ありがとうございます。今日のニュースは、お隣韓国から、バービー、ウェイサークより強い敗戦。韓半島縦断、首都圏が危険だ。というニュースです。台風10号敗戦は、ウェイサークよりもかなり強いみたいですね。後半のあかねの感想では、今回の台風10号敗戦の意味が、まさに神がかっていました。敗戦の意味をお届けします。それでは、アシスタントのミニあかねに、ニュースタイトルを発表してもらいましょう。ミニあかね、お願い。はーい。アシスタントのミニあかねです。よろしくお願いします。今日のタイトルは、敗戦の意味を検索すると、やっぱりそういう意味ですかです。今日は、そんなニュースです。ニュースの詳細。台風9号メイサークが韓半島を抜けて間もなく、さらに強力な勢力に発達すると予想されている台風10号ハイシェンが近づいている。気象庁は3日、ハイシェンが午後3時基準でグアムの北西 1100km 付近の海上を時速 22km の速度で西北西に進んでいると明らかにした。台風の中心気圧は965ヘクトパスカル、強風の半径は 340km、最大瞬間風速は強い水準の秒速37メートルだ。ハイシェンは4日に非常に強い台風に発達し、沖縄の東側海上を通過する6日には最大瞬間風速が秒速53メートルに達するものと予想される。バービー秒速45メートル、メイサーク秒速49メートルよりも勢力が強い。歴代で最も風が強かった2003年の台風マイミーの最大瞬間風速は秒速 51.1 メートルだった。ハイシェンは日本を通過して7日未明に南海岸に上陸するものと予想される。その後、テグ・チュンチョン付近の地域を通過し、韓半島中央を南から北に縦断するというのが現在最も可能性の高い移動経路だ。ハイシェンがプサン付近を通過する7日午後3時頃、最大瞬間風速はピークを過ぎてやや弱まる秒速39メートルと予想される。だが、依然として強い水準である上に、相当数の地域は台風の中心周辺に置かれることから、被害規模はバービーやメイサークよりも大きくなる可能性がある。ソウルと首都圏地域も台風の影響を直接的に受ける可能性がある。ハイシェンがソウルに最も近づくのは7日午後7時と予想された。気象庁のユンギハン通報官は、高水温海域を経由してくるため、強い台風として韓国に影響を与える可能性が高いとしつつも、強さも変動性が大きく、日本列島を経て、東海岸近隣で進路が変わる可能性があると話した。ウェイサークが通過した韓半島では、至るところで被害が続出した。プサンでは、2人が命を失った。プサンサハ区のあるマンションで60代女性が、ぐらつくベランダの窓にテープを貼り付けようとしたところ、ガラスが割れて、大きな負傷を負い、病院に運ばれたが死亡した。また、プサンキジャン郡では、70代男性が台風で揺れる屋根を固定しようとして墜落死した。プサンでは、負傷者も14人に達した。午前2時17分、プサン海運台の船着き場で、50代男性が防波堤に入ったところ、波に巻き込まれて左足を骨折した。ウルサンでも、この日午前1時55分頃、家の窓が破損して1人が負傷した。コリ原発4基も発電を止めた。原子炉停止による外部への放射線の影響はなく、
停止した原子炉は安全状態を維持している。韓国水力原子力コリ原子力本部は、発電所の外の電力系統異常だと推定し、正確な原因を調査中だ。中央災害安全対策本部によると、3日午後4時30分現在、全国で1550件の施設被害が報告された。公共施設の被害が825件、私有施設の被害が725件だ。私有施設の被害は、住宅浸水40件、住宅破損76件、車両浸水16件、看板破損146件、建物外壁の破損44件、船舶浸水破損24件などだった。稲の倒伏のほか、落下や農地浸水など、農耕地被害面積は5151ヘクタールであることが暫定集計で分かった。このニュースに対する韓国人の反応を、耳やコネに読み上げてもらいましょう。国民の反応。50年近く生きてきて、伝染病に異常気象に台風まで、経済難はおまけ。自然災害は仕方がないが、ムン災害だけは本当に残酷そのものです。子孫たちよ、ごめん。昔の言葉で、王様が不徳をすれば、天が起こると言ったが、台風が頻繁に韓半島に来るのも、初めての経験だ。ムン災害。伝染病に洪水に台風に、政府が無能だから災害が多い。不正選挙をはじめ、国民たちは知ったことかと、テレビの娯楽番組ばかり見て、食べて遊んでいるので天が起こっているようだ。以上になります。あがれの感想。皆さんはどう思いましたか？今日の韓国人の反応のベストアンサーは、昔の言葉で、王様が不徳をすれば、天が起こると言ったが、です。なんだか、国民の皆さんは、台風に対するコメントというより、ムンちゃんに怒ってますね。ダメですよ。どんなに批判しても、国民のあなたたちが選んだ立派な大統領なんですから、国民のコメントにあったようにこれは、天罰でしょうね。私が自信を持って言えます。なんでかというと、今回の台風、ハイシェンは、海の神という意味なんです。偶然なのか、運命なのかわかりませんが、最近の台風の名前、変に感じてる方いませんか？バービー、メイサーク、ハイシェン。簡単に説明しますと、アジア諸国14カ国が集まった台風委員会というのがあります。もちろん日本も加入してます。実は、台風には全て名前がついていて、それぞれの国が10個ずつ名前を決めて、集めた名前140個をローテーションして使っているんです。日本では、その年の発生した回数で、台風9号、台風10号と呼んでいますが、本当は全てに名前がついているんですね。詳しく知りたい方はインターネットで、台風、名前と検索すると、140個の名前が出てくるので調べてみてください。今回は140個のうちの72番目の名前、中国がつけた海の神という意味のハイシェンなんです。ちなみに、バービーはベトナムがつけたベトナム北部の山の名前、ウェイサークはカンボジアがつけた木の名前になります。140個の名前のうち、神様の名前がついているのは、ハイシェン含め4つしかなかったので、本当にすごい確率ですね。まさに天罰だと思います。台風9号で死者は少なかったんですが、生活する上での影響は大きく、原発4基が緊急停止したほか、慶尚南道矢野山市の風力発電機1基も壊れました。他にはこういうのも壊れてました。警告誌の見出しで、ウルサンの公園にある折れて死んだ動物と書いてました。
何のこと言っているかわかりますか？このような写真が載ってました。あまり面白くないけど、笑いをとっているくらいなので、まだまだ余裕がありそうですね。今回の台風3連発の最大瞬間風速が、バービー秒速45メートル、メイサーク秒速49メートル、ハイシェン秒速53メートル。今回は西日本にも影響があるのでちょっと心配です。日本は行いがいいから大丈夫だと思ってます。今日はハイシェンの意味を検索すると、やっぱりそういう意味ですかをお届けさせてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースで会いましょう。高評価、コメントいただけると嬉しいです。皆さんの応援でいっぱい頑張れます。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。